こんにちは、雄大です。前回天井を板張りにしたので、今回は壁板と床板も貼って一気に進んでいきます。今回貼る壁板はムクフローリング .com でレッドシダーを購入しました。レッドシダー材の赤と白の雰囲気が大好きで、かつ厚みが 8mm で薄めなのが決め手でした。キャンピングカーなので軽量化のためなるべく薄めのはめ板を探してました。今回ははめ板の購入ですが、はめ板以外にもフローリング材とかもうめちゃくちゃ種類があるので、無垢材検討中の方はぜひ見てみてください。合板とかと比べるとね、無垢材はちょっと高いんですけど、最高にかっこいいです。では早速カットして固定していきます。軽量化のためこのまま貼るので、継ぎ目が柱に来るようにカットしていきます。はい、あとは柱に合わせて釘で固定していきます。僕はレッドシダーの匂いが大好きで、この香りはセドロールと呼ばれる物質で、アルファ波の増加や自律神経にもいいそうです。リラックス効果もあり安眠できると言われています。もうね、寝るのが楽しみです。はい、窓枠のところもほぼぴったしになりました。少しだけ隙間があるんですけど、窓の内側に窓枠みたいなのもつけるので、細かい隙間はスルーしていきます。前にも言ったんですけど、こういう隙間はぴったしにするというより最後隠すというのが素人 DIY でも綺麗に仕上げるコツです。111から100。
三角部分に合わせていきます。まずは幅の長さに合わせてカットします。で端材を両側にずらして止まった部分で印をつけて、そこから角まで斜めに印をつけカットする感じです。ちょっとね説明が難しいんですけど、多少の隙間は最後また角材でカバーするので、はまれば OK です。
はい、反対側の壁板は配線とかキッチンのサイズとかも決めてからやりたいので、壁板は一旦完成です。ちょびちょび出してもね DIY 動画としては進みが遅くなってしまうので、このまま床板も張っていきます。本当はね床は最後にやった方がいいんですけど、早く布団も敷いて車中泊もしたいので早速張ります。天井にも使ったアカシア材です。前後に凹凸加工もあるので、継ぎ目はこれを利用しながらいい感じにカットしていきます。
完結です。あとちょっと。なんか角材とか入れる予定です。あんまり隙間ないんですけど、一応こう隅っこ全部角材とかで黒色とかで統一すると思います。アカシアかっこいいですね。こういうまばらで全部継ぎはぎっぽくしました。この切れ目もね、なるべくずらして一緒にならないように4列で1セット4列で1セットみたいな感じで全部ずらしてみました。めっちゃ広い。よいしょ。やばいな、めっちゃ幸せだなこれ。この辺ね、テーブル作ったりいろいろしたり、早くね車中泊したいというか、もう早くこの辺全部完成させて生活をしたいですね。ゆっくり1泊2泊の車中泊とかじゃなくて、もう数日間泊まって生活がしたいです。内装の構想もできてきたんですけど、細かいところねまだ決めきれてないので、一旦この状態で車中泊に行って、気晴らしに登山でもしながらで車中泊しながら、もう内装のことをもうずっと寝るまで考えようと思います。なので次回はリフレッシュ登山車中泊旅です。じゃあもう一旦